どうも皆さん、森のリーナです。今日の動画は現在9点メガ割開催中ということで、9点大量購入品を紹介していきたいと思います。毎回9点では爆買いするので、だいたい1個か2個1軍アイテムに出会えたりするんですけど、今回は7点1軍アイテムがあります。今日紹介していくアイテムは、スキンケアは洗顔、美容液、クリーム、ナイトパック、コスメ、コンシーラー、チーク、リップ4点もあります。ネイル、ブラシセット。それではまず1つ目、ハートパーセントブライトニングクレンジングバーム。バームなのにチューブタイプです。珍しいアイテムって珍しさを引きになんか売ってる感じで、ちょっと警戒しちゃうんですね。ただこれめちゃくちゃ口コミがいいのと、ランキングでもかなり上位だったので試しに購入してみたんですけど、めっちゃ良かったです。チューブタイプのメリットとしては、ジャータイプよりも新鮮な状態で使えそうっていうところがメリットだなと思います。気になるのが、バームって硬いじゃん、出てくるのって思うと思うんですけど、初めて使った一番最初ちょっと硬いなと思ったんですけど、一回出てきたら難なく出てきます。この部分がちょっとアルミっぽくなっていて戻らないようになってるんです。敏感肌の方にも自信を持っておすすめができるクレンジングバームを作りたいっていう意思をもとに作られたもので、メインのコンセプトとしてはブライトニング、そして保湿を逃がさない、そんなバームです。プルーフの手強いアイライナー、マットリップ、ティントリップ、グロッシュリップ、コンシーラー、ラメ。ティントとアイライナー以外はすぐに馴染みます。この手強いアイライナーもティントも乳化させるとすっかり馴染んでくれます。溶け込む感じです。オイルに変わるのが早いんですよね。めっちゃ落ちる。綺麗に落ちるし、めっちゃ肌綺麗に見える。おー、突っ張り感もない。めっちゃ浸透いい。使ってみて思ったのは、総合的に理想的なクレンジング。濃いメイクもしっかり落ちるし、突っ張らないのが嬉しいし、マジでキメが整う。全然スキンケアの入りが違う。肌の質というか、めちゃくちゃ肌の調子良くなるんですよね。塗るスキンケアもう大事だけど、一番落とすのが大事なんだなって改めて分からせてくれるクレンジングでした。すごいのが、人型セラミドが5種類入ってるんですよ。で、美白成分も10種類以上入ってるんだって。すごい。しかも2000円切ってるんですよ。やばい。おすすめしたい人は、乾燥肌、敏感肌、くすみに悩んでる人、肌の調子を安定させたい人にとってもおすすめです。これはね、周囲にも安心しておすすめできる、紹介してくれてよかったっていう声をもう想像できるくらいいいクレンジングだなと思いました。続いて、バレンシアグリーンアーティサンスクレンザー、通称もちソープと言われてます。シリーズ何個かあって、このグリーンが一番高いんですけど、一番人気です。使うとシュレックになれます。メインの効能として角質除去、毛穴に効果がある洗顔料なんですけど、正直な話、見た目の毛穴改善は早いなと思いました。テクスチャー的にはもっちりしてます。そんなに泡立ちは良くないですね。洗い流しやすいです。使い方は、泡立たせてパックするんです。そうするとめっちゃ顔白くなります。あときめ細かくなったりします。ただパックの時は突っ張ります。普通に洗顔する分にはめっちゃもっちりするんですけど、肌質に合わせて使い方を変えるのがいいと思います。洗顔後は見た目の変化でいうと、透明感とキメが上がるのと、毛穴に関しても茶色かった部分、酸化した油とか綺麗になるので少し明るくなります。成分としては透明感を出してくれるスイートアーモンドパウダーがいっぱい入ってるそうです。植物由来の保湿成分がたくさん入ってます。あ、すごい。ビタミン A、C、B1、B2、B6 も入っている。これに関しては成分いっぱいもう詰め込まれすぎて、多分わけわかんなくなると思うんですけど、何がこの魅力かって、もう使った後に公式が歌ってる通りスキンケアで仕上げた後のような見た目になるんですよ。透明感が出たり、キメが整ったり、もっちり感とか、後に使うスキン
ンケアの入りもめっちゃいいんですよ。吸収が早くなって、強いて言うとジャータイプなのだけめんどくさい。スパチュラは一応ついてました。クレンジングとかだとね、スパチュラでも平均的に見てそういう容器が多いよねって感じなんですけど、洗顔料やっぱこういうチューブタイプが手軽じゃない？このテクスチャーだったら別にチューブタイプでもなんとかできたんじゃないのかなって思います。しかもこれ結構新鮮な状態で届けてくれるらしいんです。毎日開けてたら空気に触れるじゃないですか。チューブタイプにしてほしいね。続いてのアイテムはメディキューブコラーゲンナイトラッピングマスク。これはマジで超一群。もうね、これ本当に出会えてよかった。形状としてはチューブタイプのジェル状。使い方はスキンケアの最後に仕上げでこれを塗ります。乾かします。そして翌朝剥がすというナイトパックになります。私のこれおすすめの使い方なんですけど、普段使ってる皆さんが持ってる渾身のスキンケアアイテムをいっぱい塗ってほしいんですよ。その後でこれを使うと、あれ本領発揮されるとこんなにすごいんだっていうのが分からせてくれると思います。もう一点気づいた、使ってていいなと思ったところは、横向きで寝る時に枕につかないんですよ。髪の毛からも守ってくれる。それがやっぱりね、メリット大きいと感じました。テクスチャーは粘り気は少しあります。軟膏にも似てます。触り心地がひんやりも温かみも一切なく、温度が何もない。伸びがめちゃくちゃいいんですけど、肌に密着していってしまうんです。なので手早く分厚くのせるのがおすすめです。薄すぎると剥がせないんです。私がこれ購入前に一番気になったのは剥がす時の摩擦なんですけど、2週間使ってみて肌が引っ張られるっていう感じはあんまりなかったので、正直そこはあんまり気にしなくてもいいなと思いました。ただそれが気になる場合、洗い流すこともできるので、正直ちょっとね、剥がすのめんどくさいんですよ。10日目ぐらいからは普通に洗い流して使ってます。乾く速度なんですけど、このぐらい分厚く塗ると15分20分ぐらい経ってくると完全に乾いてベタつきもなくなります。密封されるんですよね、結構。なのでなんかね、初めて使った日は圧迫感あって正直無理って思いました。使い心地は良くはない。だけど慣れたら勝ち。3日目ぐらいにもう少し分厚く塗ってみようと思って翌朝剥がしたら、マジで顔がピッカピカのむき卵になってたんですよ。だから分厚く塗れば塗るだけきついけど効果は絶大。高級なスキンケアで気に入ってるアイテムがあったら、私だったらね、これなしじゃ今はそれらを使うのもったいないなって感じる、いろんな美容成分の本領を発揮させてくれるアイテムだなと思います。よかったら皆さんも使ってみてください。ドクターメラクチンの美容液とクリームです。こちらの2つのアイテムは、もし皆さんが目のくぼみ、たるみ、弾力のなさで悩んでいる方がいたら早急に使ってみてほしい。目のくぼみを改善するアイケアセット、そんなの聞いたことなくないですか？小じわケアとかなら聞いたことあるけど、目のくぼみだけじゃなく全体の肌の弾力だったり張りを出させてくれたり、細かな小じわ、たるみをケアするアイテムです。ぶっちゃけ今使ってるアイケアアイテムたちでも満足はしてたんですけど、9点でランキング1位がアイケアアイテムだったんですよ。しかもこのさ、9800円でこの激安サイトでランキング1位ってめっちゃすごくない？それだけ今すごく注目のアイテムなんだなと思って買ってみました。まずは美容液。容器はプラスチック製、スポイトタイプ、5センチぐらいの長さのスポイトです。テクスチャーはお砂糖のような香りがします。でもなんか人工的な香りって感じではない。とてもとろみのあるテクスチャーで、化粧水のような伸びの良さなんですよ。そのぬるっと感は少しオイルに近い、だけどジェルのようなさっぱり感も兼ね備えてる、そんな質感です。今皆さん見てわかると思うんですけど、馴染みがめっちゃ早い。もうすぐに溶け込み、直後はもっちもち。その直後のもっちもちしっとりみたいなのはすぐになくなります。保湿の持続力はこの美容液単体だとほぼない。なので成分をお肌に届けるという役割だと思いました。ではお楽しみの成分ですよね。なんで目のくぼみを改善できるってね、豪語してるのあなたは。メインの成分としてはカルシウムが入ってるんですよ。その他の成分としてはビタミン D が入っています。どうしてメーカーさんがくぼみ面を改善するのにカルシウムの美容液を作ったかっていうと、メーカーさん曰く、私公式を読んだだけなんですけど、コラーゲンだけ補っても骨の組織を保
保たなければ肌の張りは保てないって言ってたんですね。いや確かにそうだな、どうしてあんまそこ考えてなかったんだろうって気づかされたんですけど、まずカルシウム、骨の組織を保つのにコラーゲンとエラスチンは必要なので、カルシウムとビタミン D とコラーゲン、この3つをしっかりと補ってあげることで目のくぼみが改善できるという仕組みだそうです。まとめると、保湿の持続力はない、直後ではあまり変化は感じられない、いつもクリームと一緒に使っているんですけど、翌朝顔全体の張りとか小じわが目立たなくなる。もちろん1回とは言い切れないけど、1回でも少し改善が見られたので、やばいじゃんと思って、そっから私は届いてから2週間経つんですけど、毎日朝晩2回しっかり使ってるんです。多分この2つの組み合わせが翌朝の張り感を作ってるんじゃないのかなと私は確信してるので、このクリームも紹介します。こちらのクリームはジャータイプになっていて、私が購入した9点公式ではスパチュラがついてなかったです。色は黄土色、質感的にはこんな感じです。伸びはジェルみたいな伸びの良さがあるんですけど、完全に保湿力は油分多めのクリームです。なので使い心地がいいのに油分たっぷりめのクリームを塗ったかのような、とにかく使用感が完璧なクリームで、馴染んだ感、あとはこんな感じです。どうですか、このみずみずしさ。みずみずしい上に表面の油分感もしっかり補えているの、これ信じられる？すっごい綺麗。マジで感動。もしかしたらずっとリピし続けたいスキンケアアイテムになり得る可能性を秘めてます。このね、直後のツヤ感と角質層から放ってるみずみずしさっていうのが長時間続くんですよ。で、2つの共通点としては、とにかく馴染みが早い。このクリームは無臭です。でもね、ベタつきは少しあります。ペタペタする感じあります。私は好みでした。続いて、これめっちゃいいアミューズベベティントです。マジで落ちないです。なんなら軽いクレンジングじゃ落ちなかったぐらい色残りがすごいです。色によって蓋の色が違うんですよ。個人的にはこのカラーのやつが一番蓋は可愛い。色味はピーチっぽさに軽く茶色を足した感じ。イエベカラーです。保湿力もしっかりあります。超自然。色薄っ。なんか濃くなってきた気がする。そういうやつなのかな。めっちゃ可愛い。これもちょっとメンソールっぽい感じあります。でも痛くはないですね。めっちゃいいわ。可愛い。総合的にいい。大収穫ですね。多分これティッシュオフした後も可愛い。見て、可愛い。やばくない？かなり残ります。これ超モテリップですね。だって飲食した後この色ですよ。もう女も男も惚れちゃいますよ。このリップ持ってたらずーっと綺麗でいられる。私これブラウンを混ぜて使いたかったんです。でも新シリーズどんな感じかわからなかったので試しに買ってみようと思ったんですけど、ブラウンも買います。ずっと欲しかったアイテムになります。ヘラセンシュアルヌードグロス462番。ちょっと前まで売り切れてたんです。超可愛くないですか？見たら欲しくなりません？たくさん揃えられないけど、もういつかコスメボックスの中に並べたいんです。ヘラといえばこの宝石のようなパッケージ、マジで美しいですよね。香水にも見えます。チップはケバケバしたチップです。色合い的にバラ色にブラウン入れた、そんな大人っぽいカラーになります。保湿力あるんですけど、嫌なベタベタ感はないです。オイルっぽさはあります。伸ばしてみるとこんな感じです。じゅんわり自然な血色感にも見えます。塗った感じ、すごいぷっくり感すごいです。めっちゃ綺麗で、縦じわもなくなります。クランプ効果がすごいですね。
分厚くつくっていう感じではなく、一度塗りでこの厚みなのでヒリヒリはないんですけど、ちょっとメンソールのようなヒヤッとした感じはあります。選んだカラーが大人っぽいので、日中のお出かけでも可愛いんですけど、個人的には少しいいご飯屋さんとかにも使いやすい。ティントではないのですぐ落ちちゃうんですけど、ティッシュオフするとこんな感じです。色はね全然残らない。いいのはシアー感があるので、鏡がなくても塗り直しやすいっていうところいいなと思います。続いてペリペラ、これ2色も買っちゃいました。これ今 SNS ですごいバズってて、私もずっと欲しかったんですけど、悩みに悩んで2色購入しました。ペリペラインクグラスティングリップグロス、カラーが08番と06番。まずはバズってたバービーカラーになります。最近ね、韓国でそのうさぎの下みたいなカラーのコスメがすごい流行っていて、うさぎの下ってこんなピンクなんだって感じなんですけど、こちら試してみます。ダメだ。甘いリップの匂いダメなんですよね。この香りの持続力はいかに。めっちゃこれチップが塗りやすい。今これ先端へこんでるんですけど、唇に当てた時にめっちゃフィットするんですよ。こんなの初めて。塗りやすさに感動。色味はこんな感じです。かわいい。これめっちゃ自然だわ。パッケージの色の比較はこんな感じです。かなりシアー感強めです。縦じわもなくなります。少しぷっくり感も出してくれますね、このリップは。二度塗りしてみます。かわいい。なんか香りもだんだん嫌じゃなくなってきた。こんな感じで、最近流行りの Y2K のメイクにすごく合いそう。めっちゃ唇腫れてるみたい。分厚くつくんです。なのでメンソールとかは入ってないけど、唇がぽってり見えます。すごい。面白い。個人的にはナチュラルメイクの時とかにいいかも。唇を美しく見せてくれるの。ティッシュオフすると色味は全く残らなそうです。最近このブラウン系のカラーにすごくハマっていて、かわいい。こっちの方が好きだわ。めっちゃかわいい。超かわいい。はい、色味こんな感じです。セクシーがさりげない。こんなかわいい色ある？かわいい。しかも見て、超唇綺麗。縦じわゼロ。ペリペラの縦じわゼロ感すごいですね。超いい。色が可愛いんですけど、1個デメリットを挙げると色ムラになりやすい。その色が均一に塗りにくいです。これシアー感があって、時間が経ってくると縦じわにこの濃い色が入り込んで、なんか変な色になるんですよ。ティッシュで拭いたら色味が残らないので、このツヤじゃないマットを楽しめないっていうところもデメリットです。なのでもうほんとこのツヤツヤのまま楽しむっていうのがこのリップです。保湿力すごいですよね。めっちゃオイルがティッシュにつくんです。はい、こんな感じです。もうほぼ残らないです。続いてペリペラピュアグローリーハイライター01番、付属でブラシがついていました。コンパクトタイプになっていて、蓋部分がクリア、本体部分がオーロラ、肌なじみの良さそうなゴールド。一見しっとりしてるような触り心地でもあります。たまに見る YouTuber さんたちがこれをすごい絶賛してたんですよ。これしか勝たんばりの。日光で見るとこんな感じです。日光だとグリッターの粒感とかは見えやすいかも。ちなみにこのブラシの質はあんまり良くない気がする。こんな感じです。すごい。全然手の甲と違う。めっちゃ綺麗すぎる。めっちゃすごい。ツヤがやばい。何これ。ちょっと塗れば塗るだけ本当に肌が磨かれたようなツヤが出ます。なのでつけすぎ注意です。CG買ってよかった。最初割と普通かもって思ったけど、撫でれば撫でるだけ目の中に入り込むからなのか鏡みたいになるんです。全然パール感とかグリッター感肌にのせたらわかんないです。もしかしたら手の甲もブラシでのせるとそうなるのかも。
そうだ、ブラシで塗った方、こっちが手で塗った方、全然違う。こっちちょっとね粗いですよね。こっちはめちゃくちゃキメが細かくて肌が引き締まったようなツヤを出してくれます。これめっちゃ優秀。絶対皆さんハイライト探してたら試す価値あります。続いてコンシーラーです。久々新調しました23 years old コンシーラーになります。小鼻の乾燥、白いつぶつぶとか皮むけが起きないコンシーラーとしてバズってたんですよ。これは買うしかないと思って買ってみました。オレンジ寄りの黄色い色味になります。なじませるとこんな感じです。めっちゃ肌なじみ。消えた。めっちゃすごくない？血管の色もカバーされてる。ちょっと待って。めっちゃ綺麗なんだけど。すごいかもしれない。日光で見るとこれの保湿力がよくわかります。小鼻に塗ってみます。私小鼻白いプツプツしたりするの嫌なので普段塗らないんですよ。どうかな。はい、塗った直後はめっちゃ綺麗です。全く浮かないし厚塗り感もないし、はい、こんな感じです。全然白くなってない。むしろ保湿されてる。若干ここは皮っぽくなりますね。ちょっと私の乾燥肌には勝てなかったです。ただ他のコンシーラーとかに比べるとこれ多分一番保湿力高い。でも RMK のコンシーラーと同じぐらいだけどカバー力はこっちの方が上。でも相当いいよこのコンシーラー。普段私がカバーすることを諦めてた箇所に使いやすい。だからちょっと調子に乗ってこの色素沈着になってしまった目元部分も塗ってみます。塗ると皮むけするんです。塗った直後ぐらいから。ここはダメだね。他のよりはマシ。ほらシワの間に入り込んでる感じ、皮っぽく見えるというか、めっちゃ乾燥してる目元周りとかには向かないかも。今時間が経ったんですけど小鼻がびっくり仰天。直後と変わらない。全然白いプツプツもないし浮いてきたりっていうのもないです。続いてずっと気になってたチークです。ヒンスのアリュール・イン・ザ・エアというカラーを買いました。上がクリームになっていてパウダーになります。まずはこちらのクリームタイプ。質感的にはこんな感じです。暗く見えるのにすごい肌なじみがいいです。赤みっぽく見えるんですけどブルベっぽい色合いだなと感じました。肌の陰影とか作ったらすごい自然に仕上がりそう。パウダーはこんな感じです。自然すぎて黄色の入ったピーチカラーです。公式の塗り方を再現して塗ってみます。クリームの方はマットです。伸ばしやすいです。なんかこれをのせると顔の幅が小さく見える気がします。そういう絶妙な色です。これはパウダーのせます。韓国のチークの塗り方はこめかみに伸ばして自然に血色がよく見せるのが主流らしいです。もちろんメイクのジャンルにもよると思うんですけど、この塗り方するとねめっちゃ顔の幅が小さく見えるんですよ。私横長なんですけどこれをやることによって面長な大人っぽい印象になります。ちょっと子供っぽくしたい場合はこの辺とかに塗っても可愛いと思います。仕上がりこんな感じです。めっちゃおしゃれじゃない？メイク上手い人みたいなチークの仕上がりになります。めっちゃ綺麗。こっちもリタッチしたんですけどどうでしょうか？自然な血色感と健康的な印象を与えてくれるので、若々しさだったりプロが塗ったようなおしゃれな色合いとか質感、その絶妙なラインが簡単に仕上げられちゃうってところがすごいいいなと思います。
お気に入りのブラシセットに匹敵するぐらいのブラシを見つけられないと買い替えられないって思ってたんですけど、見つけましたよ、やっと。愛用してたこの子たちを成仏させられるアイテムに出会いました。じゃじゃん、同じブランドから探しました。ローイオンのブラシです。カラーは3色展開で、私はこちらが一番シンプルだなと思ったのでこのカラーにしました。かわいい。先端はマットになっていて、持ち手はツヤがあります。付属品はフェイクレザーのケース13本入りです。1点なんでポイントがあったんですけど、入れる部分がブラシの本数に対して足りない。1枠に2本入れてねって、勝手にしてねみたいな感じがちょっと面白いなって思いました。パウダーブラシ、チークブラシ、輪郭ブラシ、ハイライトブラシ、コンシーラーブラシ、ノーズシャドウブラシ、ブレンディングブラシ、アイシャドウブラシ、アイライナーブラシ、アイブロウブラシ、スクリューブラシ。マジで買ってよかった。超使いやすい。特にアイシャドウ周り、やっぱ同じブランドなだけあって毛質ドバッとつかない。もうこのふわふわ感。そしてチークブラシも毛先を感じないんですよ。泡みたい。ちょっと大きさ見せていきます。見て、パウダーブラシめっちゃでかい。私の顔が小さいんじゃないです。チークもちょうどゴーグルぐらい。そして輪郭はチークよりも小さい。私的にアイシャドウブラシとしてこの3つがとにかく優秀。これもね、私が愛用してたやつと形大きさ一緒なんですけど、超乗せやすいんですよ。ほら、ブレンディングしやすい、自由自在で、もう1個中でも一番お気に入りで、前回のブラシセットには入っていなかった形なんですけど、先端が丸くなってるんですね。下まぶたに塗るの難しいじゃないですか、アイシャドウって。でもこれはこの涙袋ちょうど上に乗せやすいんですよ。散らかりにくい上にドバッとつきにくいっていうところがメリットです。しかもね、意外にスクリューブラシ必要になりません？もちろんアイブロウの後ろについてたりとかするんですけど、アイブロウのペンシルなくなっちゃったのにスクリューブラシ持ってないから捨てられないみたいなことがあったり、あとセット持ってたらやっぱ色味とかも統一したいじゃないですか。優秀なアイテムの中に絶対必要不可欠なこのスクリューブラシが入っているところもすごくポイントが高いなと思いました。アイブロウブラシもすごく描きやすかったです。1点デメリット、最初から分かってたことなんですけど、白いので色が残りやすいです。これでやっとブラシセットの旅から解放された。れっきとした相棒として出会えて本当に良かったです。続いてマニキュアを購入しました。めっちゃ可愛くない？もう可愛すぎて何色か購入したかったくらい。ただ使ったこともなかったので、持ちがいいかとか仕上がりの綺麗さとかわからなかったので1色だけ買いました。春っぽい服に合いそうだなと思ってチョイスしてみました。色展開がすごくて、じゃん、多分1時間半ぐらい悩んだかも。持ち手が丸いんですけど、やっぱ四角い方が安定感はありますよね。で、ブラシのサイズ的には平均的です。個人的には大きい方が秒で塗り終わるので好きなんですけど、これはねちょっと小さめでした。塗りやすさとかは特に問題なかったです。普通のマニキュアと同じくらいの速乾性でした。一度塗り、3度塗り、パケ買いと色が好みだったら買っていいと思います。だけど特にマニキュアの滑らかさキープしやすいとか、すごくツヤが出やすいとか、そういった特別な効果とかはない感じでした。最高でしたね。大収穫の9点購入品でした。よかったら皆さんの今回の9点購入したもの、もしくは私の動画で買ってみたいと思ったもの、もしあったらコメントで教えていただけると嬉しいです。この動画がちょっとでも買い物しすぎないようにね、気をつけてください。私はレビューという言い訳も兼ねて爆買いしてるので、皆さんはね、真似しすぎないように。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。今日ちょっと眉毛上げるのを抑えたんですけど、どうだったかな？ちょっと途中までいけてた気がするんだけど。